ソニック最新作、ソニックレーシングクロスワールドがもうすぐ発売だぜ。楽しみで今から眠れねえ。今日が14日なので発売日まであと11日、時間にすると264時間ですね。寝てください。先日行われた、無料ネットワークテストも大盛り上がりでしたね。ソニックのレースゲームの中で、過去一盛り上がっている気がします。そうだな。ところで、ソニックの新作が出るとき、いつもファミ通とかで開発者インタビューが掲載されるよな。あれ読むの楽しみなんだ。そうですね。今回のソニックレーシングクロスワールドも、ファミ通やフォーゲーマーに開発者インタビューが掲載されていました。かなり踏み込んだ話をしてて面白かったので、皆さんにもぜひ、その内容を紹介したいと思います。それでは早速行ってみよう。現在、ファミ通やフォーゲーマーなどのゲーム情報サイトで、ソニックシリーズ最新作、ソニックレーシングクロスワールドの開発者インタビューが公開されています。開発者の思いとか、いろんな裏話が知れて面白いよな。それによると、今作ソニックレーシングクロスワールドの企画は、これまでのレースでは味わえなかったワクワクするような体験を作りたい。セガとして最高のレースゲームを作ろう、というコンセプトで始まったそうです。セガとして最高のレースゲーム。すごい意気込みだな。シリーズものの新作ゲームを作るときには、何かしら新しい要素が追加されるもの。ですが今作の開発者たちは、単にルールや操作を増やして複雑にするのではなく、ただ走っているだけでも、新鮮な驚きが味わえるようにしたかったそうです。新鮮な驚き？はい、それを実現するためのアイデアの軸が、リングを抜けると異なる世界にワープするというもの。今作の大きな特徴である、クロスワールドのことですね。今作は、コースを3周して順位を競うレースゲームですが、1周目の最後にトラベルリングという巨大なリングが出現し、そこをくぐると異世界にワープ。2周目は、その異世界を走ることになるのです。これワクワクするんだよな。全然違うコースになるから、レース展開が読めなくて最後まで楽しいんだよな。まさにそこも、開発者たちが気にしていたところみたいです。フォーゲーマーの記事によると、コースを周回するレースゲームは、展開がある程度決まってしまう傾向になるので、ランダム要素の強い2周目は、それを打ち崩すために生まれた側面もあるとのことでした。またこのシステムは、本作のプロデューサー、滝隆一さんの幼少期の体験がベースになっているそうです。冬のドライブで長いトンネルを抜けた時、急に周りが全て雪景色になった。子供の頃北海道に住んでいた滝さんは、この体験に大きなインパクトを受けたそうです。これはまさしく川端康成著、雪国冒頭の一節。子供の頃の体験って、大人になっても鮮明に思い出せるくらい印象に残ってるよな。この体験が元になって、トラベルリングが生まれたとのこと。実は、ソニックシリーズにはもともと、巨大なリングを通ってワープするという要素がありました。例えば初代ソニック・ザ・ヘッジホッグでは、ボーナスステージの入り口として、ビッグリングという巨大リングが登場します。また実写映画のソニック・ザ・ムービーでも、リングを通って別の場所にワープするシーンがよく出てきましたね。リングによって異世界を行き来できることで、一つの映画なのに、シーンが目まぐるしく変わる体験ができる。それをゲームでも味わえるようにしたのが、本作のゲームデザインになっているそうです。俺も、トンネルを抜けたらジャングル、とかいう体験ができるというのか？迷子にならないように気をつけてくださいね。ちなみに今作では、3周目は元のコースに戻ってきますが、ただ最初のコースに戻ってくるだけだと、どうしても真新しさに欠けてしまう。そのため3周目では、1周目とアイテムの配置が変わってたり、ショートカットが出現したりするようです。これビビったよな。最終ラップで新しい道出てきて、慌ててハンドル切ったわ。はい、まさにそれです。アイテムや加速による激しい駆け引きが展開して、3ラップ目が最も熱くなれるよう工夫されてるみたいですね。確かに、ネットワークテストやった時、ゴール直前がカオスだったな。もみくちゃになって、ゴール直前で抜かされた時は泣いたぜ。とにかく、プレイヤーをワクワクさせることに全振りした仕上がりになっているようです。今作は、開発体制も特徴的です。例えば、今作のプロデューサーの滝さん、クリエイティブディレクターの小早川さんは、ゲームセンターのアーケードゲームを作ってきた方になります。アーケードゲームってゾンビ撃ったりするやつとかか？はい、他には音ゲーや、格ゲーなどもそうですね。ゲーセンにあるやつは基本アーケードゲームです。なるほどわかりやすい。アーケードゲーム出身者たちのこだわりは、今作のオンライン対戦に色濃く現れています。今作のオンライン対戦は、スイッチやスイッチ2、PS5、PC など、いろんなゲーム機でプレイしている人が、一緒に遊ぶことができるんです。オンライン対戦って、スイッチだったらスイッチの人としか遊べない、みたいなイメージがあるな。今作は違います。どのゲーム機を使用しているかは問わず、プラットフォームの垣根を越えて、世界中のプレイヤーと対戦ができちゃうんですね。このような対戦機能をクロスマッチと呼んだりしますが、このクロスマッチの実装に、アーケードゲームの経験が大いに役立ったそうです。詳しく。まず日本のアーケードゲームは、世界的に見ても、早い段階でオンライン対戦に対応してきた歴史があるそうです。そのため、アーケードのレースチームも、日本全国のネットワーク上で対戦するということをベースに、ずっと開発経験を積んできているとのこと。
いかに差が少なく、いかにイーブンな状態でネットワークでレースをやらせるかという部分について、長年培ってきた技術がある。そういった技術を活かして、今作のクロスマッチ機能が作られているそうです。確かに、ゲーセンのネット対戦作るの難しそうだよな。店によってネット環境とかも違うだろうし。間違いないですね。そういう差を感じさせずに、ネット対戦を実現する技術を培ってきたアーケードチーム。その技術をふんだんに盛り込んだのが、今作のクロスマッチ機能なのです。かっこいい。そんなこと考えたこともなかったぜ。もちろん、アーケードチームがこだわって作ったのはここだけではありません。もう十分かっこいいぞ。いいえ、彼らの本気はここからです。マシンのカスタマイズはしましたか？今作のマシンは、カスタマイズ性がえげつないんです。うわぁ、その話か。前後のパーツは自由にカスタム可能。色については、マシンだけでなく、ハンドルやシートもそれぞれ個別に設定できちゃいます。うわぁ。ステッカーなんかも貼れちゃいますね。ああ。他にも、マシンを彩るオーラや、クラクションまで選べちゃいます。うは。このあまりに充実したカスタム性も、アーケードチームのこだわりだそうです。オンライン対戦をした時に、同じ車ばかりが並んでいると、プレイヤーのモチベーションが下がってしまう。そのため、このようなとてつもないカスタム機能を用意したそうです。ありがとう、アーケードチーム。ちなみにカスタムの要素は、なんと1万通り以上あるとのこと。レースでは、同じデザインの車は1台もない状況が成立するということです。ここまで来ると、特別車にこだわりのない人でも、自分好みにカスタマイズしたくなるな。それが、開発者たちの狙いだったみたいですね。まんまと。またデザインだけでなく、今作にはガジェットシステムという、もう一つのカスタム要素が実装されています。ガジェットシステム？こちらはいわゆるスキルのようなもので、例えば普通は2個しか持てないアイテムを3つ持てるようになったり、攻撃アイテムが巨大化するガジェットなどがありますね。アイテムをたくさん使いたかったら、アイテムを3つ持てるガジェット。ライバルを攻撃する戦法を取るなら、攻撃アイテムの巨大化ガジェットを使うみたいな感じだな。はい、こういった様々な機能を持つガジェットを組み合わせて、自分だけの戦い方を作り上げていくのです。自分の苦手なアクションを補完するもよし、得意なところを伸ばすもよし。そして、プレイヤーが最適解だと考えたカスタマイズで挑む先は、世界中の、全プラットフォームのプレイヤーなのです。こんなのワクワクしないわけがないな。バトルしようぜ。ポケモン。でもこういうガジェットみたいなのって、結局最強の組み合わせが決まっちゃったりしないか？よくありますね。ですが、そこもバッチリ対策済みです。マジか。ガジェットの組み合わせについても、インタビューの中で語られていました。このガジェットのシステムは、自身の操作スキルとの相性、コースやマシンの特性、そして、レース展開によって最適解が大きく変わります。特にレースの2周目以降は、トラベルリングなどでコースなどのランダム性が強くなるので、最強の組み合わせが生まれることは難しいようです。また、ガジェットの性能やバランス調整に関しては、アーケードのオンラインゲームで培ったノウハウをフルに活用しているため、ガジェットによるバランス崩壊は起こらないとのことです。めちゃくちゃ考えられてるんだな。俺だったら、考えすぎて一周回って何も考えられなくなるぜ。そうでしょうね。おい。アーケードゲームの開発メンバーは、1プレイ1コインで、プレイヤーを楽しませてきたという自負がある。とも語っていました。ロマンだぜ。また今作には、イニシャル D の開発チームも参画しています。これはマジの専門家。イニシャル D のチームメンバーは、もちろんレースゲームの制作経験が豊富。また、このイニシャル D、昔は難しいレースゲームとして知られていたんですが、最新作のイニシャル D ジアーケードでは、峠の厳しいカーブも、気持ちよく曲がることができるようになっているそうです。そのノウハウがあるため、ソニックレーシングクロスワールドも、カーブを気持ちよく曲がることができるとのこと。今作のドリフト、滑らかで気持ちいいのはそういうことなのか。プレイヤーの思うようにカーブを曲がれるようになったことが、イニシャル D チームを軸に、本作を開発できた成果だと書いてありました。なるほど、レースゲームのプロが作ったコーナリング性が、楽しくないわけがないだろう。ここまで対戦モードについて語ってきましたが、今作はソロプレイモードにも力入ってます。今作のソロプレイモードには、プレイヤーと CPU が競い合う、ライバルシステムが搭載。ここでは、ライバルになったキャラクターと、プレイヤーキャラクターの掛け合いが見られます。これ、SNS で話題になってたな。無謀なことだ。今のうちに立ち去るんだね。シャドウさんといい勝負ができるよ。一緒にソニックの野郎を潰すわいな。オイラは2位でも構わんわいな。人違いだぜ、ストーム。何にせよ、1位は俺がいただかせてもらうぜ。エミーさんと走れて嬉しいです。チームローズを思い出します。私も嬉しいわ。でも手加減はしてあげられないから、お互い頑張りましょう。なんだこれ、よだれが止まらねえぞ。あまり近づかないでください。ちなみに、ステージが変わればキャラクターのセリフも変わるみたいなので、ボイスの量が凄まじいことになっているそうです。当たり前だが俺は全種類聞くぞ。また、今作でひときわ目立っている要素が、他作品とのコラボです。なんとゲームの発売後、毎月無料で新キャラが配布されるとのこと。
無料大好きだから助かる。今のところ、ボーカロイドの初音ミク、龍が如くのカスが一番、ペルソナ5のジョーカーなどが参戦予定になってますね。ジョーカーは、この前のネットワークテストでちょっと遊べたよな。俺もこのくらい手足が長ければよかったんだが。さらに有料の DLC を購入すれば、マイクラやスポンジボブ、パックマンなど、さらにいろんなキャラで遊ぶことができちゃいます。実はこの他作品とのコラボは、今作の企画が始まった時から決まっていたそうです。何？この動画の最初で紹介した、クロスワールド。この仕組みを作るのであれば、何もソニックの世界に限らず、いろいろな世界を移動できれば絶対楽しい、という思いがあったそうです。また、過去に発売したソニックのレースゲームの中に、ソニック以外のセガキャラクターが多数登場した作品があったのですが、この要素の復活を願う声も多かったみたいなんですね。こういった背景から、今作ではソニックシリーズ以外のキャラが出ることが、最初から決まっていたとのことです。コラボありきのゲームだったってことか。なんと大胆なコンセプト。ちなみに、コラボキャラでレースに勝つと、そのキャラのゲーム BGM が流れるそうです。マジか、これもぜひ聞いてみたいな。勝たないといけないから、腕を磨くぜ。クロスワールド、アーケードチームのこだわり、他作品とのコラボ。今作にはあまりに多くの要素がありますが、実は、ソニックのレースゲームの集大成という側面もあるそうです。これまた大きく出たな。その言葉通り、今作には、過去のソニックのレースゲームに出てきたいろんな要素が復刻しています。例えば、今作は陸の道路に加えて海、空もコースになっていますが、これは2014年に発売された、ソニック&オールスターレーシングトランスフォームドの要素を取り入れたそうです。そして、世のソニックファンが大歓喜した要素が、こちらのボード型のマシン。エクストリームギアの復活です。エクストリームギア。このエクストリームギアは、2006年発売の、ソニックライダーズで登場したマシン。ソニックのスタイリッシュな雰囲気にぴったりのデザインで、ファンの間で人気が高い乗り物です。ここ最近のレースゲームでは登場していなかったのですが、それがついに復活したんですね。トレーラーでこれ映った時マジで嬉しかった。ですが、このエクストリームギアの実装は、かなり大変だったみたいです。そうなのか？はい。エクストリームギアのいいところは、キャラクターの立ち姿が見えること。ですがその分、キャラクターのモーションをたくさん用意しなければならなかったそうです。全身が見えてる分、細かいところまで作り込まなきゃいけなかったんだな。そういうことですね。ですが同時に、車に乗ってしまうと、せっかくのキャラクターが見えなくてもったいないという話はずっとしていたようです。そのため、オートメーションというゲーム情報サイトのインタビューでは、ソニックらしいクールさも出せる要素として、このエクストリームギアを搭載してよかったと語っていましたね。なるほどな。ほんと、作ってくれてありがとうございますセガ様。開発チームが魂込めて作った、エクストリームギアの動作モーション。ぜひ、細かな動き隅々まで見てみたいですね。製品版が発売されたら、とりあえず全キャラエクストリームギアに乗せて、一挙手一投足を噛み締めるぜ。ちょっと怖いですね。こういうインタビューを読むと、ゲームで遊ぶのがより楽しみになってきますね。ゲームの発売まであと少し。みんな楽しみに待とうぜ。